やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、キーブームが送り出した、2台のイヤホンのうち、2台目のイヤホン、キーブームイボークだ。キーブームは趣味ガジェットの総合商社みたいなところを目指しているブランドで、曰く、それぞれの分野の専門家が集まることで、ジャンル間の技術的、製造的シナジーを生み出して色々強になりたい、という趣旨のブランドみたい。イヤホンに関しては、先日紹介した、キーブームアユアーは、確かに納得いく委託先と協力して商品を作り、世に送り出せてるので、このブランドの目指してるところにうまく合致した商品作りが、現在進行形でできてると感じたな。そんなわけで、新進気鋭のブランドが送り出した2代目、上位ラインの存在が、このイボーク、パッケージが明らかにデザインの異なる金属製シェルの商品の画像が使われてたり、色々と想像しちゃうところだが、最終的な商品は、レジンシェルミニ BAH ダイナミックドライバーを内蔵した、ハイブリッド型イヤホンとなっているぞ。遮音性は結構良い。レジンシェルのイヤホンは一般的に遮音性が良い商品が多いよな。ただ、その中では平均的か、ちょっと低いくらいの印象だ。ある程度外の音は耳の中に伝わるな。手に取った感じ、重量から考えるに、このイヤホンは全体にレジンが充填されておらず、ドライバの背面は空間になってるっぽいので、その部分の関係で、ゴリゴリに遮音する、という感じではないみたい。また、側面には大きめのベントが存在するので、そこから多少音漏れがある。とはいえ、どちらも実際に街中で使って実用的なレベルなので、ここが気になる人でも問題なく検討に値する商品だと思うな。付属ケーブルは専用デザインのプラグ周りになっていたり、洗剤自体もしっかりとそのまま使えるような上質なものが組み合わされていたりと、ケーブルを買い替える必要のないパッケージになっているぞ。この手の上位機種で追加出費が必要じゃないことは大事なことだ。標準ケーブルは無酸素銅であることが言及されてるな。本体の素材は欧州、北米の素材を使っていることがアピールされてる。例えば、BA はノールズ製であることが明言されてるし、欧州から持ってきた医療用レジンを使ったシェルであることがアピールされてるぞ。全体的に、価格に見合った素材が使われてるのは間違いなさそうだ。が、オーディオマニアが本当に重視するのは、やっぱり音質。とはいえ、ノールズ製 BA 使うほどコストのかかってる商品だったら、まず高音域がまずい代物は少ないので、そういう点では安心感があるよな。1点、気になるのは、フェイスプレートの質感が、ホームページのものとちょっと違う仕上がりになってること。商品サンプル画像におけるイボークは、グリーンからブルーの色合いの、金属箔が散らされたベースに、その上に、美しい金箔が散らされたものなんだけど、実際には、グリーンが買った半透明の樹脂の中に、金箔が配置されていて、フェイスプレートの質感はサンプルとは大きく違うものになっている。僕には池に沈む落ち葉みたいで、また違う風情があるように見えたけど、ホームページのような美しいメリハリのあるシェルではない点に注意が必要だ。さて、外装と仕様に関してはこんな感じ。このイボークは、ハイブリッド型の中でも、日用しても音質を追求してもこなせる、汎用性の高い 2BAH ダイナミックドライバ構成のイヤホンだ。2BAH ダイナミックドライバで最近高評価を出したイヤホンというと、個人的には、C オーディオの夢にが浮かんでくるな。リキッドクリスタルポリマー採用の振動板は、夢に近い響き、というか、第一印象が、ちゃんとおとなしくした夢に、というものだった。夢にはこのイヤホンより、高音域、低音域ともに迫力があるんだけど、イボークは、音量バランスに加え、外装がレジンシェルであることで、より奥行きと温かみのある音色になっている。ただし、高音域はしっかりキレがあるし、音色の切り分けもしやすい。その上で、より暖色感のある音色もできる、バランス感覚に優れたハイブリッドだ。同時発売のアユアーも、特徴的なイヤホンである、C オーディオエリクサーに近い存在でありつつ、より汎用性があったあたりは、イボーク、アユアーともに、キーブームらしさ、みたいなものを感じられる出来だったな。すなわち、ある程度極端な個性を持っている終作モデルの良いところを匂わせながら、より汎用性のある音色に仕上がってる、ってことだ。イボークは、すっきりと明瞭な BA による高音域、同じく BA の補助のおかげで、複数の音色が被さってもしっかり聞き分けられる中高音域。それに加え、シェルデザインと LCP 振動板による、厚みと量感のある中音域から低音域を備える。それぞれの温度感は乖離しすぎず、BA のはっきりと伝わる感じと、ボーカルの温かみが調和できてるな。バランス重視なだけだと、小音量ではっきりしない音色になりがちなんだけど、イボークは小音量で聴いても、くっ
きりと音の輪郭を聞き分けることができる。標準ケーブルが OFC 線のようなので、微ケーブルでよりくっきりとした聞こえ方にすることもできそうだ。空間は BA による高音域が近め、それ以外の部分を、反響の強い屋内で、包み込むように配置してる感じ。低音域は一度壁を跳ね返ってきて空間を覆うような印象を受ける音色で、この包まれ方は、機械価格帯で金属ハウジングを採用している夢にでは感じない空間表現だな。かといって、余計な共振が起きてる感じもなく、高音域側がはっきりとしてるのが良い。同じくに BA1 ダイナミックドライバの仙台夢や、夢ミドナイトと比べて、高音側がある程度はっきりしてるな。このバランスはかなりちょうどよく感じる。LCP 採用のハイブリッドらしい。高音域は BA でハキハキ鳴らして、中音域以下は量感をしっかり出してるサウンドだ。同価格帯のライバルに劣らない、しっかりとしたメリハリと分離感、そして、量感を楽しめる一台になっているぞ。というわけで、フェイスプレートの加工がちょっと思ってたのと違ったけど、それ以外はしっかりスペック通りを期待できる、優等生なサウンドだった。夢にを聞いたことがある人で、もうちょっと落ち着いたバランスだったらなぁ、と思ったことがある人とか、割とニュートラルなんだけど、メリハリのある音色とかないですかね。と思ってる人におすすめしたい。キーブームの商品は、2台ともかなりしっかり出来が良かった。新メーカーの今後にも期待したくなる1台だったぞ。といったところで今回はここまで。